今や世界を動かす戦略物資とも言われる半導体。グローバル市場において優位に立つために、日本も最優先で研究開発に取り組んでいます。その技術革新を狙う野心的な技術が沖縄から生まれようとしています。半導体集積回路はシリコン基板に光で回路を写し取って作られます。しかし、さらなる性能向上のためには数ナノメートル単位の微細な加工が求められ、もはや普通の光の限界に達しています。それを可能にしたのが極端紫外線を用いた EUV 露光技術。現在、オランダの企業1社によってのみ実用化されています。産業用の EUV 露光装置は強力な紫外線レーザーを多数の鏡で制御してシリコンウェハーに回路を焼き込む仕組みになっています。沖縄科学技術大学院大学の新竹積さんです。数々の大型粒子加速器を作り上げたことで知られますが、実用化された EUV の仕組みを知ったことが大きな転機となりました。動物的な感というかエンジニアとしての感があって、これはね、なんか違うよねと思ったんです。感覚的にこれはね、違うと。これはちゃんと設計し直せばもっと良くなる。この複雑な仕組みで数ナノメートルの微細さの回路を転写する。その困難さが現在の EUV 露光装置を複雑で大掛かりなものにしています。反射ミラーが少し1枚反射するごとに 40% パワーロスするんですよ。EUV の光源からウェハーまで行く間に光の強さが100分の1ぐらいに弱くなっちゃうんです。だから最初の光源がものすごく強い必要があって、そこにレーザーの装置がいるので高い装置になってます。これがそれであれば光を反射させる鏡の数を減らせばエネルギーの効率を向上できます。そのためかつてこのような2枚鏡の構成が提案されたことはありましたが、最終的な露光フィールドが狭かったためにチップの大量生産には不向きとされ、実用化には至りませんでした。そこで新竹さんはレンズの像の歪みを計算によって求め補正するための古典的な数理論にまで立ち返り、鏡の数を減らす方法を模索。居室で一人計算シミュレーションを繰り返す日々を過ごしました。こうして2年を費やした結果、たどり着いたのは2枚目の鏡をできるだけ薄く作ることで露光フィールドを格段に広げることができるという新発見でした。これに基づき、今新しい EUV の開発に取り組んでいます。アイデアの通り、反射鏡たった2枚の構成。シンプルでメンテナンスも容易です。これに極端紫外光を流し込み、従来の EUV に比べて消費電力を10分の1の 100kW 以下に削減しながら、最先端の半導体に求められる2ナノメートルの微細加工を行おうとしています。今考えている一番重要な点は価格破壊なんですよね。今の露光装置が EUV が200億とすると、50億以下ぐらいにして、でかつ電気代がほとんどもうゼロに近くなるので、それは欲しいよね。そんな装置があったら。それをバーッと普及させる、全体的にみんなで盛り上がるというところですね。その後しばらくして東京都大田区の機械メーカーに新竹さんの姿がありました。これは開発中の露光装置で使う紫外光を生み出す装置です。今の産業用 EUV では強力な紫外光線を作り出すために大型のレーザー発信施設が必要ですが、こちらも随分小さくなりそうです。今から2年以内にシリコンウェハーにロジックを作ります。これでレベルの高いものになってくればなるほど、やはりその期間というのは膨大にかかってくるんですけども、できる限りそこは短縮できて、先生のスピード感についていけるようには努力はしていきたいなとは思っております。やっぱり人間が考える力があるから、私たちはそういうところで力を発揮する。その後、初めての光が灯りました。今やらないと乗り遅れると新竹さんは言います。70歳を迎える研究者が自ら工具を手に日本の未来を模索します。